はい、オールドマックスロスです。カメラマン愛機です。今日の動画は、パーツの人気ランキング的な感じで撮っていこうと思います。部位別に見て、例えばタンクならタンクのお客さんから指定されるようなものを今までのボスの経験上、人気をトップ3とかで説明していってもらおうかなと思ってます。はい、じゃあ行ってみます。お願いします。じゃあ最初はガソリンタンクから、じゃあ第1位の人気は1位はなんだかんだやっぱスポタンでしょうかね。スポタン、はい。まあスポタンって言ってもまあ何種類かあるんですけど、はい、これはもう下を揃えてるんでハイマウント、はい、でここまでトンネルが深いんで、はい、普通はもっと下げてここが平行になるところまではい、行くのが普通の付け方、はい、だから真ん中から落ちる。でこれで斜めにするとここから残っちゃうんですよね。そうですね。であと空洞の部分ができちゃう、はい、その関係で 4.5 リットルぐらいしか多分入んないと思います。少ないですね。見た目よりもじゃあだいぶ。まあそこでスポタン、ナロースポタンって通称僕ら呼んでるんですけど、はい、ここから見てもらうと細いですよね。本当ですね。かなり。はい、これはもうここを細くすることによってナロー、はい、で燃料をここから出すことによって残さない、一滴も残らず、はい、でトンネルはほぼゼロ。はいはい。トンネルがないと、はい、細かいですけどタンクのフューエル口をここに、これあえて横に穴開けて溶接して作ってます。左にこうやってスタンドで立てかけた時に空洞がここで集まるように、これで7リットルになるんでノーマルのスポタンと同じ量が入ってさらに細く見える。これ人気ですね。やっぱり一番多いです。はい、じゃあ続いて第2位は第2位はやっぱり王道ですかね。ピーナッツタンク。まあピーナッツもまあ真ん中を通っていればミドル、はい、上に乗っかってポンと乗っかっていればハイマウント、はい、でかぶっていればローマウント、ハイトンネルのローマウント、ロートンネルのハイマウントはそれでも5リットルぐらい入ると思うんですけど、まあこういう真ん中通ったやつはだいたい 4.5 リットル、1ギャロンちょっとって感じですかね。じゃあやっぱ基本1位2位が容量が少ないタンクっていうからには見た目も少ない小さいっていうことで、タンクは小さく小ぶりにしたい人がやっぱチョッパーでは多いっていうことです。3位に関しては3位はやっぱその容量をもうちょっと満たすために、7リットル8リットル入る8リットル9リットル入るエッグタンクとか、まあ真ん前から見るともう完全まん丸です。ピーナッツの親分みたいな感じ、それとかあとマスタング、ナローマスタングとか、その辺も8リットルとか入るんで、ナローありますかね。あれここにちょうどありますね。これはねマスタングタンクでもねこんな太いやつもあるのね、親分みたいな、これはナローマスタング、燃料もまあ最先端じゃないけども、ほぼ後ろに出ますんで、結構残さず。じゃあ3位はそういうエッグとかマスタングとか容量が少し入るやつですかね。じゃあダントツで1位2位が多いかなっていう感じですかね。やっぱり多いですね。スポタンダントツかなって感じで。わかりました。じゃあ次行ってみましょう。じゃあ続きましてハンドル。ハンドルはまあちょっと種類はいくつかあるけども、エイプハン1がエイプハンドルで、まあここにちょうどこれはまあちょっと比較的狭くて横に握る、基本縦に握るじゃなく横に握るスタイルで、まあほぼここが0の位置だとするとステムの角度からあまりプルバックしないっていうのが定義だと思います。エイプハン、これは若干低いんでナロー、ちょっとローエイプとかミニエイプとかで、これが少し高いですよね。
でワイドですけども、基本これが一番元からあったエイプハンだと思います、はい、そして3段階でいうとこれがハイエイプ、かなりさらに高くなる。でやっぱり握りはほとんど高さだけ違って握りは大体一緒です、はいはいはい、これがエイプハン、はいはい、じゃあこの人気が一番高いと、じゃあ続いて第2位は第2位はねプルバックですね。プルバックだとエイプハンに比べると今度こう横握りじゃなくて縦握り、はい、でこのステムのこの角度からどれだけ引いてるかっていうのがプルバックなんで、はい、座っててお腹の方に近くなるのがプルバック、はい、でその高さはいろいろですけど、はい、この形がプルバック、やっぱりチョッパーのロングでゆったり乗りたいっていう人はプルバックを選ぶ人が多いですかね、はいはい、結構じゃあこの1位2位のハンドルはなんかいわゆるアメリカのチョッパーでワイルドな感じでっていう、そのイメージで人気なんですね、ですね。分かりやすい。はい、了解です。じゃあ3位は3位はウェルド、基本溶接して形を作っちゃう、はい、ウェルド。例えばこれもトップティーに自家溶接して、はい、ここから這わせていく、取り替えができない、はい、もう一体型ですね、もうじゃあ形っていうよりはとりあえずウェルドで作ってほしいっていう人気っていう感じですか、3位は。ほとんどスプリンガーの場合だけですかね、これももともとはこのリジットハンドルって言われる、はい、ナックルの元ですけど、これはナックルの元の形をこれも作ってるんですけど、はい、差し込んで溶接して、はい、ウェルドだから形っていうよりも直付けっていう感じ、はい、これもウェルドだな、こう溶接で作ってる。ただここの取り付けはボルトで締めてます、はい、これごめんなさい、トップ T ですね、トップ T 溶接ですね、ウェルド。本当自由自在に注文次第で作れるのもいいとこですね、でも帰れないのが飽き性だったら悪いところ、帰れないというか、このトップ T 皿また作り直すか、戻すかっていう感じでね、個人でお店に作ってもらったらきっと変えたい時はお店に言わないといけないレベルになるっていうことですかね。わかりました。じゃあハンドルはこんな感じです、次いきます、じゃあ続いてマフラー、はい、はい、第1位はやっぱりチョッパーを作るっていうところでは、やっぱアップスイープ、ダブルアップスイープ、1本の場合シングルですよね、で2本の場合はダブル、でアップスイープの定義はフレーム角度以上に上げていくっていうことですかね。まっすぐ行かずに途中上げていく、上げる位置とか角度とか長さっていうのはもうそれぞれ様々、これはちなみにパイプだけで、サイレンサー部分がこう太くなってないので、中に多分バッフルを入れて消音させている、ロングパイプフィッシュテールとかシャークテール、ダブルアップスイープロングシャークとかって感じで、あっちはシングルアップスイープロングシャーク、長いですね。長いですね、ロング。じゃあ続いて第2位はターンアウトですかね。ターンアウト、例えばこのカクッと曲げて出すタイプとか、あと丸みを帯びたタイプとか、横に向いて口が開いてるタイプですかね、そして3位はいろいろです、その他はやっぱダントツでアップスイープとターンアウトが多くて、それ以外は例えば普通にドラッグパイプだったり、2 in 1で合わせてアップスイープしたり、これがそのパターンですね、前後ろ2 in 1で1本にしてアップスイープして、トランペットの消音器を入れたり、もうほんといろいろですね。ワンオフ定義なんで、作るっていうことで言えば何でも作りますんで、熊さんのレーサーもこれ全部手作りでね、持ってきて、2 in 1の
上を通ってってるんですね。やっぱり下にあっちゃいけないですね。やっぱり、はい曲がる時コーナリングの時に邪魔になっちゃうんで、じゃあマフラーはそんな感じのランキング。3位はいろいろって感じですかね。はい、続いてじゃあ CC バー。 CC バー、はい、CC バーはまあやっぱりハイバックで、はい、デザインするのが第1位。この辺もデザインですよね。はい、長くてデザインしてほしいっていうのが1位、まあ一から作るんでもうどんな形でも名前を入れる人もいます、ね、で第2位は、まあ、ハイバックの、まあ、シンプルなこう、まあ、V とか U ターンタイプ、丸棒の U ですね。これは U ターン、これも丸棒の U ターンで、まああとはですかね、この CC バーにキング&クイーンのシートのハイバックを持たせるってなると、まあセットですよね。そうですね。まあこれが角の材料で作る方もいらっしゃいます。丸の方もいらっしゃいます。これがまあ種類としては2番目に多いのかなって感じですかね。3位はもう基本なし。フェンダーブレースだけ。フェンダーブレースだけ。フェンダーブレス。このブレースをまあ要は中に入れて、フェンダーがこう上からかぶってるタイプ。であっちは横に少しデザインを持って出しているフェンダーブレース。あとはこんな感じで中に入れて、でこうリベットを打って作ったりとか、これは一応このブレースの上にフェンダーだけじゃなくてテールとナンバーをちゃんと中で合わせて、まあ頑丈に作っていくっていう意味でのブレスでもありますかね。この基本 CC バーがないタイプ、3位ですね。じゃあこっからはちょっとしたこっちの方が人気とか、ちょっと比較的な感じでベスト3ではなくちょっと聞いてきます。ホイールのまず選択肢は何インチがバラエティがありますか？21インチ、あと細くて19インチ、ちょっと中太の19インチ、まああとは16インチ、前後ろ一緒とか、太め、まあ大きく分けると、まああとは18インチもありますかね。その中で人気のパターン、前後パターンでいいですか？一番人気なのは一番多いのはやっぱり前が21、後ろ18ありますか？この辺が、まあいわゆる細く作る定義だと後ろ18、前21、まあこんな感じの見た目になるよと、いわゆるサイクルチョッパーですかね、総称としては。ちょっと自転車っぽく軽そうに見えるってことですね。続いて多いのはやっぱり黄金比ですかね。フロント21で、後ろが16、ちょっと肉厚などっしりした感じで、まあこっちはやっぱりサイクルチョッパーでなく、ザ・チョッパーのオールドスクールって感じですよね。そして続いてはまあ例えばフロントを19にしてチョッパーする人もいます。これ19ですね。なんとなく前がちょっと小さく、21に比べると小さくなって、結構コアな感じですね。だんだんどっしりしてくるイメージに今変わってきてますよね。でこの19選ぶ場合は、このパターンだとこれ太くするとおかしいんで、ボバー系だったら19の太いのもありです。19の太いのは私が履いてますね。同じさっきと同じホイールです。19インチで中太というか太め、前後ろがなんとなく揃った感じの、全然雰囲気違ってきますね。やっぱり
まあボバー寄りですかね、やっぱこっちは。じゃあそんな感じの人気順位ですね。まだ他にもありますか？あとはもう王道のストックサイズの1616、はい、1616ですね。前後ろ同じ。ちょっとタイヤがね、オールドタイヤじゃないからあれですけど、はい、サイズ感はこんな感じですね。いわゆるじゃあでっかいフルドレスされたハーレーで思い浮かべるそうです。状態、あれをひっぺがすとこんな感じ。はい、わかりました。じゃあホイールはこんな感じで、じゃあ最後にシート。シート。はい。シートもそうだね。CC バーと絡む絡まないとか、はい、いろいろケースがあるんで、はい、一概にっていうことは言いにくい部分もあるけど、はい、まあ商談の中で一番多いのはまずはこのサドルと、まあこのピリオンシートをつけるかどうか。そうか、サドルの数がざっくり、やっぱり多いですね。一番を知りたくないと思います。カスタムシートの中で、はい、この4巻きのスプリングがかなり重宝してますんで、はい、まあ柄はねタックロールから、はい、まあプレーンから本革からいろいろ作りますんで、はいはい、であとこのカール具合、はい、曲がり具合なんかも、でそれに合わせてピリオンも一緒の、まあ、お揃いで作ると。はい、まあ、基本作るっていうのがうちのやっぱりワンオフのこだわりなんで、はい、まあ第1位ですねこれは。はい、じゃあ2位は2番はまあやっぱコブラかな。はい、コブラシート。結構何にでも合いますか、コブラ。ピーナッツとの相性はもう抜群だよね、ザ・チョッパーとして。その代わり、はい、お尻が一番痛いのがコブラかな。あれですよね、あんま分厚く作れないって言いますよね。もうどれもそうですけどやっぱペラペラなんだよね。これはコブラの中でも2人乗りもできんようなショートコブラ。本当ですね。ペラペラ、はい、これもそうですね。やっぱ置いてあるバイクをパッと見た時は薄い方がじゃあ、かっこいいんですかね。かっこいいけど実は痛い、はい、まあコブラシート。はい、3位はまあキング&クイーン。キング&クイーンっていうと、まあ先に言うとこの CC バーがついていないと、はい、シートの後ろの背もたれだけが独立しちゃうと、はい、ブラブラっと弱くなるんで、これに任せたい、はい、でこれとセットです。はい、はい、まあキング&クイーン、これはだいぶごつめのキング&クイーンですね。これならしっかり2人乗りできそうですね。まあこれをねもっと細く、はい、シャープに作るのがやっぱチョッパーのかっこいいやつなんですけど、今ちょうどあまりキング&クイーン、これが、まあ、これもちょっと昔っぽい作りだね。まあ2人乗り用って感じですかね。やっぱ後ろの方がやっぱり一番安心で、ちなみに日本の保安上、はい、2人乗りっていうのは乗車装置として背もたれがあれば、はい、クラブバーいわゆる捕まるところはいらない、はいはい、でこれがなくただ乗車装置乗るところがもう一人あったとしたら、はい、持つところ、はい、前の人じゃダメなんで、はいはいはい、クラブバーか、はい、ここによくこうバンドが手綱のような あれをつけないといけない。そんな感じでしょうか。はい、はい、じゃあ向こう戻ります。最後にパーツを選ぶときは、はい、単体でパーツごと一番好きなものを組み合わせると、ちょっと外しちゃう場合があったりします。やっぱり組み合わせで少しこっちは引き算しといた方がバランスが取れるよとか、いろいろありますんで、はい、また商談の際言っていただければいろんな、まあ、資料とか、はい、まあ、原車を見てもらいながら相談に乗れますので、はい、目で見てやっぱ決めるのが多分一番いいものができます。はい、はい、じゃあちょっと今日の人気を参考にしてもらって、一応うちに商談に来るお客様はこんなようなランキングで言ってこられる方が多いということで参考にしてみてください。じゃあこの動画が面白かったら
いいねとチャンネル登録をして応援してください。せーの。オールドマックス。